ねえ、ミケニャン。何？米津玄師のレモンってあるじゃん。知ってる。あのサビってさ、頭から離れなくない？めっちゃ離れない。何回も脳内再生される。あれって、なんであんなに刺さるんだろって、ずっと思ってたんだよね。確かに。なんでだろ繰り返しって脳に特別なことを起こすんだよ。音楽でもセリフでも関係なく。う。どういうこと？今日それを体験してもらう。言葉が歌に化ける錯覚の話。スピーチトゥーソング。俺が今からある言葉を読む。時々奇妙な振る舞いをする。普通に読んだよね。普通の言葉に聞こえた。じゃあ同じ言葉を繰り返し聞いて。何も変えない。音も速さも何一つ変えない。でも何かが変わる。時々奇妙な振る舞いをす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 る。これさ、ドイツが1995年に発見したの。しかも偶然。偶然？ CD の編集作業をしてたら、ある言葉がループし続けてたんだって。エッシーシャンビパキッソートロンジリー。そしたら突然、誰かが歌い始めた気がしたって。誰かが？振り返ったら誰もいない。自分の声が歌に聞こえてたんだよ。自分の声が？そう、音は1ミリも変えてないのに、繰り返しただけで脳が勝手に歌に書き換えたの。なんで繰り返すと歌に聞こえるの？ここが面白くて、脳ってさ、言葉を聞くとき、ピッチの変化を意味として処理するの。あとの違いみたいに。音の高さが意味を運んでるってこと？そう。だから普通の言葉は、ピッチを意味のために使ってる。でも繰り返すと、脳がこれ言葉じゃないかもって思い始めるんだよ。意味を手放す？そしたら今度は、音楽を処理する回路が動き出して、同じピッチの動きをメロディーとして聞き始めるの。音は何も変わってないのに、脳の処理ルートが切り替わるんだよ。それ、一回起きたら元に戻るの？ここ、もっとやばくて。一度歌に聞こえると、次に聞いた時も歌に聞こえるんだって。何時間後でも、何日後でも。脳が書き換わったまま？そう、記憶に刻まれちゃうの。しかも研究で分かったんだけど、歌に聞こえた後は、音程がずれても気づきにくくなるんだって。音程がずれても？音楽的に自然な動きなら、脳がまあいいかって補正するの。言葉として聞いてるときは、気づく変化を歌として聞くと流す。脳が音楽モードになっちゃうのか。あとね、これも面白くて、この錯覚、日本語でも英語でも起きるの。でも、成長言語、例えば中国語を話す人には起きにくいんだって。なんで？成長言語って音の高さで意味が変わるじゃん。だから脳がピッチを意味から切り離しにくいの。第1話で話した育った言葉が耳を作る。これもその一例なんだよ。全部つながってる。で、ミケニャン、さっきの言葉。時々
奇妙な振る舞いをする。今、歌に聞こえてる？時々奇妙な振る舞いをする。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 で、これ今見てる君にも聞きたくて。ねえ、今見てる君、さっきの言葉、歌に聞こえた？コメントで教えて。そんで、これ友達にも聞かせてみて。何それって言いながら、絶対そのうち歌に聞こえてくるから。言葉は変わっていない。脳が変わるんだよ。同じ音が言葉にも歌にもなる。それが人間の脳。やば。でしょう。次回もドイツの発見やるから。引き続きよろしく。次も気になる。はい、今夜はここまで。